匿名の恋人たち。もうご覧になりましたでしょうか。とても面白かったですね。今回は1話から4話までの好きなベストシーン7選とレビューを紹介します。一緒に振り返りましょう。全然私のタイプではありません。ベストシーン1は2人の運命の出会いのシーンです。視線恐怖症の匿名のショコラティエの花が恩師の訃報をきっかけに高級チョコレート店ルソベールで働くことに。そこで出会ったのが潔癖症の御曹司の宗介でした。みんなの視線が怖くて社長室に逃げ込んだ花が勢いよくドアを開けた瞬間、宗介とぶつかって2人でスローモーションのように倒れ込むという、まさにカンドラ的名シーンでした。花はお母さんからいつか見つめ合っても大丈夫な人が現れたらそれは運命の人だよと教えてもらっていたことを思い出す。それか本能で悪いやつ笑い。宗介も触れても大丈夫な人に初めて出会う印象的なシーンでしたね。ベストシーンには宗介の潔癖症キャラが徹底してて面白いシーンを集めました。宗介は超がつくほどの潔癖症、人にアルコールを振りかけたり泥水で汚れたくないから袋を足にカバーするシーンに笑っちゃいました。汚れたら嫌だから常に綺麗な着替えのブラウスを持ち歩くという徹底ぶり。2話でも花に綺麗なブラウスを持ってくるように頼んでましたね。笑い。この時点で花名宗介に対するイメージは無礼なやつでした。笑い。でも宗介はただの潔癖キャラではなく兄の死をきっかけに人に触れられなくなったという深い理由があり、笑いの中にも切なさが感じられるキャラクターなんですよね。ベストシーン3は久しぶりにドラマ出演した赤西仁さんの色気がやばかったのでかっこいいシーン集めました。花がずっと命を救ってくれた恩人と思い憧れていた初恋相手のヒロ。登場シーンからとりあえず色気がやばい、かっこいいと SNS で話題になってます。田んぼに落ちた花を救うシーンも印象的でしたね。花がヒロと食事をするのを想像するシーンのウインクもメロすぎて破壊力がやばかったですね。ベストシーン4は宗介が花との握手に涙するシーンです。2話で2人の距離が縮まり、宗介は花に本当に触れても大丈夫か探るために握手をしていいか聞きます。宗介は兄の死以来人に触れることができませんでした。でも花とだけは自然に触れられることが分かり、久しぶりに人肌に触れた宗介は思わず涙がこみ上げます。花もまた人の涙を真正面から見たのは初めて。2人の心の距離が少しずつ近づいていく描写がとても温かかったですね。ベストシーン5はお互いの病気を克服するための触れ合いの練習シーンです。お互いに悩みを抱える2人は視線を合わせ触れ合う練習を始めようとします。練習シーンは視聴者もドキドキしました。抱きしめ合うと宗介は亡くなった兄を、花は母を思い出し人のぬくもりを取り戻していく瞬間が描かれます。涙ぐむ2人に感動しましたね。ベストシーン6は好きな人とご飯を食べる練習をするシーンがとにかく可愛かったです。ヒロからレストランシエルロでコートを返したいと連絡があり行くと返事をしてしまった花。そんな時に宗介こと坂地から連絡がありシエルロでご飯を食べる練習をすることになった。緊張する花ですが練習で好きな男性を思い浮かべてくださいと宗介が言います。花の頭に浮かぶのはヒロの顔だった。花にハートの目で見つめられた宗介は緊張して汗だく。トイレで服を何度も着替える姿がもう最高に面白かったです。笑い。
結局は車の中でハンバーガーを食べる2人の自然体な空気感が最高に微笑ましい好きなシーンでした。相手が社長と違ってかっこよくて優しくていい匂いがする人だったら出社するわ。臭くはないでしょ。ベストシーン7は練習をきっかけに距離が近づいた2人。鼻から探しと何回も言われてきた宗介はついにスマホで検索する姿に笑っちゃいました。4話で商談に成功し、花も宗介に少しずつ心を開いていきます。花の気持ちを伝える能力に感銘を受けた宗介は、好きな人に思いを伝えてみたらと背中を押します。勇気を持った花は剣道着姿でヒロに告白をするが、逃げられてしまう。その相手が実は宗介でしたね。そう来る？と視聴者もびっくりの展開で前編は終了です。匿名の恋人たちいかがでしたでしょうか。舞はオープニングは幸せなチョコレートが出てきて見入っちゃいます。平成の日本のラブコメを彷彿とさせ、カンドラと融合したワクワクした幸せになるとっても面白い作品ですね。後編も四角関係の行方もとっても面白いのでお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。